よく水が切れちゃいました。昨日雨だったからそんなに切れるとは思わなかったんだけど、パンパンに切れましたね、水が。メロン持つときはこう後ろ側にちゃんとに置いてあげて、傷がつかないように。すごいいいよ、いい。これがベストだな。はい、それでは今日はこれです。また F6、今日は摘果をしていきます。こう玉が何個かなってるやつを1個に選抜していくってやつですね。これはほら1、2、3、3個ならこれいっぱいなってる。これを1個にします。でこれが一番早いやつがだいたい8日目ですね。5月25日で8日目、7日目、8日目ぐらいになります。まあ分かれば判断がつけばもっと早く摘果しても全然大丈夫なんですけど、まあ僕はちょっと手が回らなくてこんな感じになってきましたので、今またこっちに移動させてどんどん摘果していこうと思います。はい、それでは今日はこれです。千匹屋 F6。今日は交配後8日目、早いやつでね。昨日とかすごく天気が昨日は超雨、すごい雨で、一昨日水をかけたんだけど昨日1日かけてないで、今日はその次の日の午前中です。よく水が切れちゃいました。昨日雨だったからそんなに切れるとは思わなかったんだけど、パンパンに切れましたね、水が。なので水を戻していきます。ちょっと早かったんだけど、こんぐらいで水切ればちょうどいいぐらいかな。いい玉ハゲです。これはね、玉ハゲを促したり、するために1回しっかりしっかりというかある程度切ります。1回目の、水切りよりはマイルドだけど、それこそ1日半ぐらいしか切ってないから。でもこれだけしおれたから戻していきます。しかも戻すのは今回は、前回はアミノ酸だったけどこの時点で戻すのは PK の液がよく効いてる、リン酸カリが効いてる液肥で戻していきたいと思います。はい、それでは摘心の動画に戻りましょう。摘心じゃないかもしれない、摘果かもしれない、どっちかの動画に戻ります。がかかっていくかな。じゃあいきます。これさっきあれ1日違いずつだね。これが8、7、でもね、たまにこう4日目、これも4日目、これ同じ日の交配でやっぱり勝ち負けが出ちゃうね。でもこれを使っていこうと思います。これ選ぶときにはこっちはもう終わってんだよな。こうなんつうの、家系はもちろんそれとあとはこう例えばさ、これは上出来よ。肩もこけてないし、こう卵ちょっとしっかりしてこういい卵みたいな。でこっちはもうなしですね。ここいらがちょっとへこんでる。まあ形的にのはそんなことで、あとはこのマスクメロンの命 T、 アンテナもしっかりいってるか、あとお尻がデベソじゃないか、鼻落ちはなるべく小さい方がいいです。あまり大きいと割れやすいです。でこれは取っていく。まあだからこれも決断ですね。もうこれなんかもうベスト。お尻も小さいしすごくいい形。そしてなるべく長めのやつを残します。この時点では、この時点でまん丸のやつを残すと扁平になるので、こういう膨らみが大きいから、ちょっと長めのやつを膨らめていくとこう丸くなるっていう。ここの時点で丸いと横にやってってかぼちゃみたいなメロンに最後なっちゃうから、ちょっと長めのやつを残してください。そうするとね、だからいいかなと思ったけど、ここがへこんでる。こう見るとわかるかな。ここがそげてるというか。なのでこっちで他のやつを見て、これはいい形だ。こうやっていい形が残ってればそっちにします。であとはこう高さを揃える。
だいたいこうなっている位置レベルをここにあった揃えていく。大体の位置でね揃えていきます。じゃあ行きましょう。どんどん行きます。はい、これとこれ大きい。でもちょっと丸いね。でもこっち形が悪いね。こっちでいいや。こっちが大きい方の選抜の F6。大体のなってる位置。メロンのなってる位置を大体揃えていくと後の管理もいいし、でここの鳴らせる位置僕はねちょっと高めにいつも鳴らせてます。このポジションで言うと下の方につける人もいる。つけるっていうか高めて下でメロン管理する人もいる。まあその分上にその上の葉っぱが取れるっていう意味もあるのかもしれないけど、ただ僕下の方にすると下の方は虫とか病気が寄りやすいんで僕はあんまり下の方にこれ昨日あれしてる時に見っけたほら形が悪かったってやつ上についてるからこういうのちょっと下げる。大体の位置を揃える。これいいね。いい。どんどん行きましょう。何か参考になるよ。これとこれだったらどっちにしますか？僕はこっちです。これとこれだったらまあ大きい方がね見栄えするからねどうしても大きい方で、あとはそのだいたい123日ぐらいで一部屋のなってるやつを全部揃えれば管理が同じような管理でずっといけるんで。でねメロン持つ時はこう後ろ側にちゃんと置いてあげて傷がつかないように。この時点ですごく傷つきやすいんで、例えばねちょっと爪当てただけでほらちょっと爪当てただけですぐ傷でこれがネットになっちゃうからしっかりと守りながら適化。傷はネットになるよ。気をつけないと。これとこっちはもう小さい方ですね。小さいやつ選抜してきた方のメロンいつの間にかでやっぱり交配後の方がさっきのもそうだけど同じ交配日でも勝ち負けでやっぱり大きさの差とかもあるから一番順調に膨らんできたであろういいペースできたであろう玉を残したい。すごいいいよ。いい。これがベストだな。この形を残していけば1週間から8日これ残していけばいいメロンになります。形的にはこれも終わったかな。もうある程度実はもう手を入れてあったんで終わったね。結構いっぱい取れた。コメロン。このコメロンは漬物にしたり、うちはあれが好き、女房のぬか漬けにしてもらうのが僕好きでお酒のつまみになります。あとねピクルスが超うまい。うちで君津商業高校って富津にあるんですけど、その商業高校の家庭科部の生徒たちがうちのメロンを酢漬けピクルスにしてくれて売ったりして、まあ季節限定というか作れる時にしか作らないんだけど、で作ればもう全部速乾みたいな感じで売れちゃうぐらいの人気のコメロンのピクルス。酢漬けなんか塩で揉んでから酢でつけてみたいな感じらしいんで、でメロン栽培してる皆さんはぜひぬか漬けとかせっかくできたもんなんでぬか漬けとかピクルスにして食べてみてください。美味しいと思います。きゅうりというよりやっぱりウリなんでウリに近いんだけど繊細なウリ
みたいな感じで。で種もまだこのサイズだったらほぼ種は全然気にならない。このサイズになるとちょっと種感が出てくるんだけど、まあそれでも大したことないですよ。まあ大きくなればなるほどやっぱり種はできてくる。っていうのもメロンは大きくなるのはなぜかというと、花粉がここについて根付いてって、この中で種を作るために花粉が根付いてってるので、その種を優秀に育てるためにこの果肉ができていくんで、はい、そんな感じでやってまいりましたが、適か何かもっともう少し説明が足らないところとかがもしあったらコメントでください。後でメロン農家通信、毎週の通信とかで答えられればと思っております。はい、それでは長々とありがとうございました。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録をいただけるともっと嬉しいです。以上です。次は玉釣りです。